ね、面白いでしょ。面白い。もう出だしからスタートからああいう感じなんで。あとああいうのも使ってるな。こういうバット、アルミ製のああいうバットとか、ああいうのはこうまた大人数で使うときに使えるから、もう本当に大量のお肉とかそういうのをこう運んだりするときに、あれうちでね、スペアリブ200本ぐらいね入れてね、ちょっと待って、ちょっと一瞬だけ見てっていいですか。これ家用の？あ、業務用で？家用じゃないよね。わかりました、ありがとうございます。すいません。さあ、ちょっとここは僕が大好きなお店の一つでもあるんですけど、キッチンワールド。もう奥行きがありますからね、広いんですよ。ここにもある。鍋なんだけど2つに分かれてて、要は火鍋用のね、これもよく火鍋やるから使ってる。そう、YouTuber だ。あとこういうのね、こういうのちょっとこうお家にあったりするとなんかおしゃれじゃないですか。なんかそういうこうなんだっけ、サングリアとかね、作ったりとか、まあ普通のこうお水でね、ソーダ水とかフルーツ入れてっていうのもできるし、先ほどの新見さんのところはちょっと業務用的なところがありますけれども、こっちは割とこうなんだろう、家庭でも使えるものが多かったり、もちろん新見さんにもあるんだけど本格的なのがあちらにはたくさんあって、でもそういう本格的なものは上行くと同じようなものがあったりするんでね。これもあれだな、ここ最近番組ではね使ってないけど、こうやって押すと手が汚れないというか、ニンニク入れたりとか生姜入れたりとかして、こうやって押すと、要はこれでみじん切りっていうかチョップできるわけ。そうでやっていけばやっていくほど細かくなっていくし、俺これテレビで見たことあるの。引っ張るだけで。そっか、さすがにブレードは入れてないね。やっぱちょっとこういうおしゃれなやつって色が可愛いものとか使いたくなりますよね。これなんだろう、これも同じあれか、好きな形にカットできるやつだ。昔これ使ってたな、こういうの。ほらハーブカッターなんだけど、まあネギも切れる。こうやってガシャ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 って、本当に楽したい人はこういうのでザクザクザクってこうやってやっていくだけでチョップできちゃうんでね。ありがとうございます。ここ面白いですよ。可愛いものもねいっぱいあるんで、箸がザーって並んでたり、あとこういうキッチンツール、ほらこういうのもほらね、僕エムズでも使ってるやつなんで。ピンセット作るのです。そう、こういうのでなんかこう盛り付けたりとか、あとあんまり傷つけたくない食材をこれでねひっくり返したりとか。なんだこれ、すくってトング、掴むのとすくうのとで
え使える。あー、なるほどね。パエリアとかこうやってすくってこうやってのして、でそういうエビとかイカとかをこれで取って、ウッドね、ウッド調のこういうオリーブの木を使ったこう器とか、オリーブの木じゃないやつもあるんですけど、そっちはオリーブの木かな。これはここ数年でよくあるアカシア食器か。こういうところでこうちょっとエスニック系とかそういうのが映えるんで、ちょっとサラダとかね。でこういうところでソース入れたりするし、あとね、ついこの間これとこっちのサイズか、これ買いましたね。お皿、要はチーズとかハムとかそういうのをこう種類を置いて。そう置いて食べたりするときに、でこれ全部あれが違うんですよね、柄がっていうかこの木目が。だからこれでね自分のお気に入りを探すのにすごい時間かかっちゃうの。これいいなと思って違うとこ探したらやっぱこれもいいなっつって、どうしようかなってやっぱ悩んじゃうから。同じものないですよね。そうだ、こういう感じにね、こう縦にこう入ってるものもあれば、ぐるーっとこう丸くなってるもの、ほら全然違うでしょ。だから自分がどういう料理を出したいかとか、どんなものを盛り付けたいかっていうことをこう考えながら探したりすると時間かかるんですよ。これなんだろうな、これなんだろう、排水口のカバーか。こんなのあるんだ。金魚でしょ、清潔で可愛い感じ。面白い、こういうのもあんだね。そう思うとなんかキッチンツールってなんか何でもありなんだなって思いますよね。何でもいい。何でもあり。これこの間も買ったな、購入しましたねこの間も、ここら辺を。これでアヒージョとか、あとそれこそなんかちょっとしたこう料理つまみとか、そういうのをこう入れて。さあ皆さん、ビタクラフトです。よろしくお願いします。僕も好きなフライパンなんで、大好きなフライパンなんで、とにかくもうね、熱の何がいいんですか。熱の入りがいいですね。なんかさ、こういうのをこう作ってる工場とかちょっと行ってみたくないですか。よくお話とかしてて、こう何万回チャレンジしてみたとかさ、あるじゃないですか。その耐久性がどんなものかみたいなので、こう結構皆さん研究っていうか作られますでしょ。そういうこう工程をね、なんかちょっと見たいなと思って、ちょっと今後そういうのもちょっと入れていこうかなと。ビタクラフトさんもね、いろんな本当に種類ありますから、すごいんですよ、ラインナップが。プレゼントすると人にね、本当に喜ばれるし、なんか普段そのお家で作ってた料理とはまたちょっとワンランク上がったとか。調理器具によってあれなんですよね、同じ料理を同じ食材で作ったとしても、もう調理器具によってももう美味しさが全然変わってきますからね。もちろんその高ければいいってもんじゃなくて、皆さん出してるねメーカーさんはみんなそれぞれねこだわりはありますから、あと自分に見合ったその調理器具とかフライパンを探していく。
っていうのもすごい大切ですよね。これフランスのメーカーなんで、これは俺も持ってる。これが可愛くて、エッフェル塔のそうエッフェル塔になってんのよ。ドゥバイヤー、重いっす。じゃらん。これ触れないですね。うん。だからまあそんな振らなくてももうジューって焼いたりしてね、これは逆に軽い方ですけど、クレープパン、これかわいいんですよ。あ、平たいですね。そう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 。この間フードトリップやった時もこうやって飾ってた。ありました。そうあん中に僕の私物も入ってますからはい。俺もさそんなにすごい詳しいかって言ったらそうでもないんですけど、でも本当にこういうのでこう和物を作ったりするとさ、もう味がもう全然違いますよね。本当に美味しく作れるから。これとかほらなんかちょっとこうソーセージとかそういうのをこう出してるお店とかでボーンって出てたりするけど、これ確かあれじゃないかな、耐熱だからそのままオーブンに入れられるはずだな。でもなかなかな、これもね重いんですよね。しっかりしてる。重いでしょ。いや今のはちょっとテレビっぽすぎる重いよねやりすぎですあ、これかわいい。これかわいいじゃないですか。パスタ、おお、へえ。パスタドライヤー、へえ。ここにかけて、すごいね。本当にパスタ好きの人はこういうの揃えてんじゃないかなと思うけど、要はさ、これサンプルだけどね、あ、ほらパスタマシンもあった。要はこれでラビオリとか作るわけ。ほらここにいろんな溝がデコボコしてるものもあれば、いろんな形があるんで、それによってサイズも違うし、そうこういうラビオリが作れますよっていう、四角い感じと丸もできますよとか。そうか、これで切れるんだもんね。チタラパスタカッター、パスタカッターなんだ。メイドインイタリア。何をこれどうやって、失礼します。あ、裏もあるのか。これ手入れが大変だね。すごいですね。ギターのゲーム。本当に何弦ギターなんだっていう。多分だけど、要は自分で平たく伸ばしたパスタを乗せて、でそれを綿棒とかでぐるぐるぐるってこう転がしていくと、こういう風な作りになるのかな。でも均一じゃないよね。あ、これはあれか、あれだからだ、今サンプルだからみんな触っちゃってるからちょっとそうずれちゃってるけど、あ、こうやって均一に、ね、なるんだね。これまたしゃれてるんですよ。でこれパエリアパン、おおでかいね。これで何人前になるんだこれ。46センチ、10人はいけるね、確実に。すいません、上撮影して大丈夫です。はい、すいません。よいしょ。さあグリーンパン、グリーンパンもね今 M 字で使ってるけど、グリーンパンも使いやすいんで、軽いしね。おい、ほらここすごいよ。大きいパエリアパン。これでいくらするんだ。
ああダメだ、あんまり動かすとちょっとこれ動かせねえわ。あ、これで、はい、もう一個、もうサイズ上はこれで何人前になるんだ。これわかんないけど、外で例えばなんかみんなで楽しく料理してこう振る舞うとか、みんなで食べるとか、なんかそういう時にこういうこうなんかみんなでパエリア作ろうみたいな、そういうのあっても面白いなと思うんですけど、ただ本当に普通のキッチンじゃ絶対できないから、うん、って言ってもあれでバーベキューで持っていく人いないからね、まず。だからそういうこうみんなで楽しくなんかイベントごとっていうか、そういうのが企画があるとしたら、こういうのは使いたいですよね。結構いくと思うな。ちょっと待って待って、これでいやざっと80はいくんじゃない？80いきますか。まあその盛る量にもよると思うんですけど、いやこれは面白いわ。さすがに僕はちょっとこれは持ってないので、でもこれぐらいは自分のところに飾るのはいいですけどね。それで9000円。これだったら自分たちではできるよね。このチームでそうですね。はできるけど、あとここ業務用なんで、2階はちょっとサイズが大きいんですよ。だからレストランとかお店で使ってるこういう抗菌のプラスチックまな板とかもあったりするんで、下とも全然違うでしょ、色が。ここもここでね揃うので、なんか今日回っててお店お休みの日にこう遊びに行ったりとか買い物しに来るとご主人たちいるんだけど、今日みんな撮影だって分かってちょっと出てこないので恥ずかしがって。ありがとうございました。また。